皆さん、こんにちは。陽介です。今日もこのチャンネルを見てくれてありがとうございます。突然ですが、皆さんはポイ活って知っていますか？ポイ活、聞いたことありますか？まあ、知らなくても大丈夫です。今日の動画で詳しく説明します。私はこのポイ活のおかげで同じものを買っているのに20%から30%くらいお得に買えています。え、そんなに違うのって思いますよね。はい、違うんです。今日は私が実際にやっているポイ活について具体的にお話しします。特に楽天を使った買い物の方法を中心にお伝えします。日本に住んでいる人はもちろん、これから日本に住む予定の人にも参考になると思います。実はこのチャンネルの視聴者の30%以上の方が日本に住んでいるんですよね。だから今日は特に日本で生活している方に向けてすぐに使える情報をお届けしたいと思います。では始めていきましょう。まず、ポイ活って何か説明しますね。ポイ活はポイントと活動を合わせた言葉です。つまり、ポイントを貯める活動のことです。そういえば、日本語では〇〇活という言葉がたくさんあるんですよ。活は活動の活ですね。例えば、婚活。これは結婚活動の略で、結婚相手を探す活動のことです。朝活。これは朝の活動の略で、朝早く起きて仕事の前に運動したり、勉強したり、自分の時間を作ることです。推し活。推しというのは自分が一番好きなアイドルやキャラクターのことです。推し活はその推しを応援する活動のことですね。グッズを買ったり、コンサートに行ったりします。就活は就職活動の略で仕事を探す活動のことです。こんな感じで日本語では〇〇活をつけていろいろな活動を短く表現するんです。で、今日のポイ活はポイント活動の略。ポイントを貯める活動のことですね。日本では買い物をするとポイントがもらえるサービスがものすごくたくさんあります。例えば楽天ポイント、V ポイント、D ポイント、ポンタポイント。本当にたくさんあるんですよ。コンビニに行ってもポイントカードはお持ちですかって聞かれますし、スーパーでもドラッグストアでもレストランでもとにかくどこに行ってもポイントの話が出てきます。もちろん海外にもポイントの仕組みはありますよね。でも日本はポイントの種類がとにかく多いんです。お店ごとにも独自のポイントカードがあったりして、財布の中がポイントカードだらけになっている人も多いんですよ。最近はスマホのアプリに置き換わってきているので、だいぶすっきりしてきましたけどね。今日はポイ活の具体的にいつ何をどうやって買っているのか詳しくお伝えしたいと思います。なぜポイ活を始めたかというと、きっかけは子供が生まれたことでした。子供が生まれると出費がすごく増えるんですよね。出費というのはお金を使うこと、お金が出ていくことです。おむつ、ミルク、お尻拭き、毎月の出費がどんどん増えていって、なんとかしなきゃと思ったのが始まりです。じゃあ実際に私がどうやっているか紹介しますね。その前に一つお伝えしたいことがあります。最近 YouTube と楽天が提携して動画の中から商品を紹介しやすくなったんですね。提携というのは一緒に協力する
ということです。今回の動画では、その機能を使って、私が実際に楽天で買っている商品を紹介しています。もし気になる商品があったら、リンク先から購入していただけると、私にもちょっとだけ収入が入る仕組みになっています。収入というのはお金が入ってくることですね。もちろん皆さんが払う金額は変わりません。同じ値段です。でもそこから買っていただけると私のチャンネルの応援になりますので、もしよかったら使ってみてくださいね。では本題に入りましょう。本題というのは今日のメインの話題のことです。まず楽天についてお話しします。楽天は日本で最も大きいインターネットショッピングサイトの一つです。楽天市場というオンラインショッピングモールを運営しています。でも楽天はショッピングだけじゃないんです。楽天カード、楽天銀行、楽天モバイル、楽天トラベル、生活のいろいろなサービスを楽天が提供しています。これを楽天経済圏と呼んだりします。経済圏という言葉を説明しますね。経済はお金のやり取り、圏は範囲という意味です。つまり、経済圏はお金が回る範囲ということですね。楽天経済圏というのは、買い物、銀行、携帯電話、旅行など、生活のいろいろな場面で楽天のサービスを使って、その中でお金やポイントが回る仕組みのことです。例えば、楽天カードで買い物をすると、ポイントが貯まります。楽天モバイルを使っていると、ポイントの還元率がさらに上がります。還元率というのは、買い物した金額に対して、どれくらいポイントが戻ってくるかの割合のことです。例えば、還元率が 10% なら、1000円の買い物で100円分のポイントがもらえます。楽天銀行を使っていると、さらにポイントが貯まりやすくなる。こうやって楽天のサービスを複数使うことで、ポイント還元率がどんどん上がっていくんですね。これを SPU と言います。SPU はスーパーポイントアッププログラムの略です。難しい名前ですけど、要は楽天のサービスをたくさん使うとポイントがいっぱいもらえますよということです。ただ、正直に言うと、最近ちょっと解約されてしまったんですよ。解約というのは前よりも条件が悪くなったということです。何が変わったかというと、楽天モバイルに加入していないとポイントが付与されにくくなったんです。付与というのはもらえる、与えられるという意味です。つまり楽天モバイルを使っていないとポイントがもらいにくくなったんですね。楽天モバイルというのは楽天の携帯電話サービスですね。つまり楽天モバイルを使っていない人は以前よりもポイント還元率がだいぶ下がってしまったんです。じゃあ楽天モバイルを使えばいいじゃないかと思いますよね。実は私も以前は楽天モバイルを使っていたんです。でもやめてしまいました。なぜかというと電波が入らなすぎたからです。私は愛知県に住んでいるんですが、場所によっては本当に電波が悪くて、電話が途中で切れたり、ネットがつながらなかったり、これはさすがにストレスでした。ポイントがたくさんもらえても、普段の携帯電話がまともに使えないのは困りますからね。だから楽天モバイルはやめて他の携帯会社に変えました。これはちょっと残念な話なんですが、それでも楽天スーパーセールやスーパーディール、5と0のつく日、ハピタスの組み合わせでまだまだお得に買い物はできています。完璧じゃなくてもやらないよりはずっとお得。
そういう気持ちでやっています。楽天には楽天スーパーセールというイベントがあります。これは年に4回あります。3月、6月、9月、12月。だいたい毎回4日から始まります。このスーパーセールの期間中に買い物をすると、通常よりもポイントがたくさんもらえるんです。例えば、お買い物マラソンというイベントがあって、そこにエントリーして複数のお店で買い物をすると、ポイントの倍率が上がっていきます。倍率というのは何倍になるかということです。1店舗で買うとポイント1倍、2店舗で買うと2倍、3店舗で3倍、最大10倍まで上がるんです。ただ、ここで一つ注意してほしいのが、この倍は 1% が基準になっているということです。つまり、1倍は 1%、2倍は 2%、10倍は 10% ということですね。10倍と聞くと、すごくたくさんもらえそうな感じがしますけど、実際は 10% 還元ということです。まあ、それでも 10% は大きいですけどね。あとは、スーパーディールというものもあって、特定の商品がポイント 20% 還元とか 30% 還元とか結構お得に買えるんです。例えば1万円の商品を買って 30% 還元だったら3000円分のポイントが戻ってくるんですよ。同じものを普通に買うのと比べたら大きな差ですよね。だから私は消費財、つまり使ったらなくなる日用品ですね。洗剤とかトイレットペーパーとか、そういうものはこの楽天スーパーセールのタイミングでまとめて買うようにしています。3月、6月、9月、12月、この4回のタイミングを狙ってまとめ買いするんです。そうすると年間でかなりのポイントが貯まります。で、ここでさらにお得にする方法があるんです。それが5と0のつく日。楽天は5と0がつく日。つまり5日、10日、15日、20日、25日、30日に楽天カードで買い物をすると、ポイント還元率がさらにアップするんです。だから私がどうするかというと、スーパーセール期間中の5日とか10日を狙って買い物をするんです。例えば、12月4日からスーパーセールが始まるとしますよね。私は4日には買わないんです。次の日の5日まで待つ。5日は5と0のつく日ですから、スーパーセールのポイントプラス5と0のつく日のポイント、両方がもらえるんですよ。これ、ちょっとした工夫ですけど、この重ねるテクニックが大きな差を生むんです。そしてもう一つ紹介したいのがハピタスです。ハピタスって聞いたことありますか？これはポイントサイトと呼ばれるサービスです。仕組みを簡単に説明しますね。楽天で買い物をするときに直接楽天のサイトに行くのではなく、まずハピタスのサイトを経由してから楽天に行くんです。経由するというのは通ってから行くという意味です。つまり、ハピタスを通ってから楽天に行くということですね。たったそれだけ。ハピタスのサイトで楽天市場をクリックして、そこから楽天のサイトに飛ぶ。あとはいつも通り買い物をするだけです。すると楽天のポイントとは別にハピタスのポイントも貯まるんです。つまりポイントの二重取りができるんです。二重取りというのは2つのポイントを同時にもらえるということです。楽天のポイントプラスハピタスのポイント。同じ買い物なのにもらえるポイントが増える。
やらない理由がないですよね。ハピタスで貯まったポイントは他のポイントに交換したりできます。私は楽天で買い物をするときは必ずハピタスを経由するようにしています。まとめると、私の買い物の流れはこうです。ステップ1、楽天スーパーセールの時期を待つ。3月、6月、9月、12月。ステップ2、セール期間中5と0のつく日を狙う。ステップ3、ハピタスを経由してから楽天で買い物をする。この3つを組み合わせるだけで、普通に買うよりもかなりお得になります。こういうタイミングと手順を意識するだけで、同じものを買ってももらえるポイントが全然違ってくるんですよね。じゃあ、具体的に私が楽天で何を買っているかお話ししますね。私が楽天で買うものの基準は一つです。家にあればいつか使うもの。これが大事なポイントなんです。セールの時にまとめて買うわけですから、すぐに使わなくてもいずれ必ず使うもの。腐らないもの。そういうものを中心に買っています。まず、一番よく買うのはコーヒーです。私は毎日コーヒーを飲むんですが、UCC のコーヒーを楽天で買っています。UCC は日本の有名なコーヒーメーカーで、ドリップコーヒーがとても美味しいんです。毎日飲むものなので消費量が多いじゃないですか。だからスーパーセールの時にまとめて買うんです。まとめて買ってもコーヒーは長期間保存できますからね。家にストックしておけばなくなる心配がない。安心感がありますよね。最近はコーヒーだけじゃなくて伊藤園のほうじ茶もよく買っています。ほうじ茶って知っていますか？日本の緑茶の一種なんですが、茶葉を焙煎。焙煎というのは茶葉を火で熱して乾かすことですね。だから香ばしい香りがしてカフェインが少なめなんです。夜にコーヒーを飲むとちょっと眠れなくなることがあるので、夜はほうじ茶にしています。伊藤園のほうじ茶は味がすっきりしていて、毎日飲んでも飽きないんですよね。しかも、うちの子供たちもほうじ茶が好きなんですよ。カフェインが少ないので、子供にも安心して飲ませられますし、家族みんなで飲めるので、消費量が結構多いんです。次にトイレットペーパー。これも楽天で買っています。トイレットペーパーは絶対に使いますよね。いつか使うものどころか毎日使うものです。まとめて買っておけば何ヶ月も安心です。それから食洗機の洗剤。食洗機というのは食器洗い機のことですね。お皿やコップを自動で洗ってくれる機械ですね。うちは食洗機を使っているので、その洗剤も楽天で定期的に買っています。洗剤も買っておいて悪くなるものじゃないですからね。あと、フェイタスも買っています。フェイタスって知っていますか？これは湿布、つまり痛みを和らげるシートのことです。肩が凝った時とか腰が痛い時に体に貼るんですね。フェイタスはすぐに使わなくても家に置いておけばいざという時に使えます。これが家にあればいつかは使うものの考え方です。あと、子供が赤ちゃんだった時はおむつも楽天で大量に買っていました。うちはずっとパンパースで買っていましたね。パンパースは有名なおむつのブランドです。他にもいろいろなブランドがあるんですが、子供がパンパースを気に入っていたのでずっとパンパースでした。赤ちゃんのおむつってものすごい量を使いますよね。一日に何回も何回もおむつを変えるので本当にすぐなくなるんです。
だからスーパーセールのたびに何パックもまとめて購入していました。スーパーディールでポイント20%還元とかのタイミングを狙って買うと、おむつ代がかなり安くなりましたね。子育て中の皆さん、もし日本に住んでいるなら、消耗品は楽天で買うことをお勧めしますよ。消耗品というのは使うとなくなるもののことです。おむつとか洗剤とかそういうものですね。どう思いますか？皆さんも楽天とかネットショッピングで日用品を買ったりしていますか？さて、ここまで消費財の話をしてきましたが、実は楽天で買っているのは消費財だけじゃないんです。家電なんかも楽天で買うことがあります。例えば食洗機。うちの食洗機は楽天で買いました。なぜかというと、家電は金額が大きいじゃないですか。金額が大きいということは、もらえるポイントも大きいんです。例えば、5万円の食洗機を買って、ポイント還元が10%だったら、5000円分のポイントがもらえますよね。コーヒーや洗剤だと、1回の買い物で数百ポイントですけど、家電だと一気に数千ポイントもらえる。だから大きな買い物こそスーパーセールのタイミングでやった方がいいんです。ちなみに食洗機は本当に買ってよかったですね。毎日の食器洗いって大変じゃないですか。特にうちは家族がいるので、朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん、1日3回の食事の後にたくさんの食器を洗わないといけない。うちは妻が食器洗いをしてくれているんですが、食洗機を買う前は本当に大変そうでした。毎回20分から30分くらいかかってましたからね。それが食洗機を買ってからは、食器を入れてボタンを押すだけ。5分くらいで済むんです。妻はすごく助かっていると言っています。1日3回かける20分イコール60分。つまり1日1時間くらい節約できているんですよ。1ヶ月だと30時間。その時間で他のことができますからね。しかも食洗機は手洗いよりも水の量が少ないんです。手で洗うと水をずっと流し続けるじゃないですか。でも食洗機は限られた水で効率的に洗うので、水道代の節約にもなります。食洗機を買う前は、そんなに高いもの本当に必要かなって迷ったんですけど、妻も私ももっと早く買えばよかったと心から思っています。もし迷っている人がいたら、ぜひ買ってください。毎日の生活がぐっと楽になりますよ。ちなみに、うちが使っているのはパナソニックの食洗機です。これはシンクの横に置くタイプなんですが、シンクというのはキッチンの流し台のことですね。この食洗機のおすすめポイントは、置く場所さえあれば配管工事があまり必要ないということなんです。配管というのは水道の管のことです。食洗機って工事が必要なんでしょって思っている人もいるかもしれませんが、パナソニックのこのタイプはそこまで大変じゃなかった。だから賃貸の家に住んでいる人にもおすすめですね。しかも楽天のセールで買えばポイントもたくさんもらえますからね。さて、ここまでポイ活のいい話をたくさんしてきましたが、注意点もあります。一つ目は、ポイントのために不要なものを買わないということ。これ、すごく大事です。楽天のセールってお得な商品がたくさん並んでいるんですよ。30%ポイント還元、限定セール。こういう言葉を見るとつい買いたくなっちゃうんですよね。でも、使わないものを買っても、それは節約じゃなくて無駄遣いです。無駄遣いというのは必要ないことにお金を使ってしまうことです。
ポイントがたくさんもらえるからと言って必要ないものまで買ってしまったら本末転倒です。本末転倒というのは大事なこととそうでないことが逆になってしまうことです。二つ目の注意点はポイントの有効期限です。有効期限というのは使える期間のことです。この日までに使わないとポイントがなくなってしまうということですね。楽天ポイントには通常ポイントと期間限定ポイントがあります。通常ポイントは最後にポイントを獲得してから1年間有効なので、買い物を続けていれば実質的に期限切れになることはほとんどありません。実質的にというのは実際にはほぼという意味ですね。でも期間限定ポイントはだいたい1ヶ月から2ヶ月くらいで期限が切れます。セールでもらえるポイントの多くはこの期間限定ポイントなんです。だからポイントをもらったら期限内に使うことが大切です。じゃあどうやって使うか。一つはまた生活必需品を買うことです。生活必需品というのは生活に絶対に必要なもののことですね。例えばシャンプーとかティッシュとか洗剤とか期間限定ポイントで買えばお金を使わずに手に入る。これはお得ですよね。もう一つはガソリン代に使うことです。楽天ポイントはガソリンスタンドでも使えるんですよ。楽天ポイントが使えるガソリンスタンドが結構あります。私は車を使っているので、だいたいガソリン代で使ってしまうことが多いですね。車に乗る人ならガソリンは絶対に必要ですよね。ポイントでガソリンを入れれば、実質タダで走っているようなものです。これ結構嬉しいんですよね。大事なのは期間限定ポイントを期限切れにしないこと。せっかくもらったポイントを無駄にしたらもったいないですからね。三つ目は海外に住んでいる皆さんへのアドバイスです。今日の話は楽天という日本のサービスが中心でしたが、皆さんの国にもきっと似たような仕組みがあると思います。例えば Amazon のポイントやクレジットカードのポイント、航空会社のマイレージなど、大切なのはどうせ買うものならお得に買う方法を知っておくということです。さて、今日はポイ活についていろいろお話ししてきました。ここで一つ日本のことわざを紹介したいと思います。塵も積もれば山となる。塵というのは小さなゴミやホコリのことです。小さなゴミでもたくさん集まれば山になる。つまり小さなことでも積み重ねれば大きな結果になるという意味です。どの国にも似たような言葉があるかもしれませんね。ポイ活もまさにこれなんです。1回の買い物でもらえるポイントは100ポイント、200ポイントかもしれません。たった100円分かと思うかもしれません。でもこれを1年間続けたらどうでしょう。私の場合、年間で数万ポイント、つまり数万円分のポイントが貯まっています。これって結構大きいんですよね。しかも特別なことをしているわけじゃないんです。買うものは変わっていない。いつも飲んでいるコーヒー、トイレットペーパー、洗剤、同じものを買っている。ただ、いつ買うか、どこで買うかを工夫しているだけです。節約って我慢することだと思っている人も多いですよね。安いものを選ぶ、欲しいものを買わない、外食を控える。でも、ポイ活はちょっと違います。同じものを買う。生活の質は変わらない。でも、買い方を工夫するだけでお得になる。我慢しなくていい節約。それがポイ活の一番の魅力だと私は思っています。はい。今日は
ポイ活、特に楽天でのお得な買い物方法についてお話ししました。もし日本に住んでいて、まだポイ活をやっていない方は今日から始めてみてください。小さな工夫が毎日の暮らしをちょっと豊かにしてくれますよ。この動画が役に立ったら、チャンネル登録、いいね、コメントをいただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come with